皆様こんにちは。シンガーソングライターのキです。はい、ということで今日はですね、私のチャンネルで初めてですね、NCT WISH が新曲を出しましたので、今から MV を見ていきたいなと思います。何回かお伝えしてるんですけど、私のチャンネル MV 鑑賞がメインではなくなったので、シフトチェンジをしたのでだいぶ頻度は落ちてるんですけど、なんといっても私はシズニなので、なるべく NCT の MV は NCT チームですねの MV は見ていきたいなと思ってて、はい、これからも続けていきます。はい、よろしくお願いいたします。楽しみ。タイトルがね、カラーっていうこともあってね、なんとなくイメージつきますけど、強烈なシンセサイザーとジャズ風のコード展開、そしてサビのリズムの変化が印象的なエレクトロポップになってるそうです。はい、今回その注目するポイントとしましては、歌詞と、この映像もそうなんですけど、 NCT WISH のカラーですね。歌詞にも MV にも存分に描かれてるそうなので、そちらに注目していきたいなと思います。この前に私 SM タウンのイベントに行ってきて、生で NCT WISH を見たんですけども、その感想をですね MV の後でお話ししたいなと思うので、はい、よろしければ最後までご視聴ください。はい、では早速ね、ちょっと見ていきたいなと思います。きれい。ちょっとね、美術館ですね。いろんな色が。お、入るんか。おお、お家行きました。イエーイ。おー、綺麗。はい、ありがとうございました。ちょっとこの部分をですね、編集してたんですけど、私の家の近くで工事が始まったんですよ。で、結構夕方の5時6時ぐらいまでやってて結構音入っちゃってたので、この部分だけすいません、撮り直しをしてます。はい。
私のチャンネルで初めて NCT WISH を見させていただいたんですけども、いやーでもやっぱりそうですね、NCT WISH らしいフレッシュさ、爽やかさがすごい伝わってきました。でそして私もなんか若いエネルギーをいただいた気がしますはい、ありがとうございます。でそれだけじゃなくて、すごい力強いパフォーマンスですねを見させていただいたり、歌詞も力強くて、すごいなんか私自身勇気をもらいました。なんか今回そのタイトルにもなっているカラーってこともあって、本当に MV が最初から最後まで本当にカラフルで、最初パステルから始まって、途中でこうネオンのカラーの世界、ネオンカラーの世界とかで、最終的に宇宙が出てきたんですけども、なんか、全体的なメッセージとしては、その僕たちのカラーのままで、その僕たちの個性のままで宇宙にだっていけるんだぜっていう、そういう意味なのかなと思ったんですけども、それは本当にNCT WISH のメンバーだけじゃなくて、私たちにも当てはまることなのかなと思います。私たちのこの地球にではですね、約85億も超えて、約90億ぐらいの人が住んでるそうなんですけども、一人一人その約90億ぐらいの人たちには、その一人一人人生があって、もうその人だけのカラーっていうのがあるので、私自身こういう活動をしてて、どうしても本当に上には上がいるので、たくさんすごい人たちがいるから、なんか自分ってこのままでいいんだろうかとか、すごい自分を責めてしまうこともあるんですけど、でもなんか今回その曲を聴いて改めて、自分でよかったなって思いましたし、もっともっとその自分から個性を出していくためにやるべきことを考えるきっかけになったかなと思います。はい、なんか結構すいません、大げさかもしれないんですけど、なんかこの曲からすごいそれの大事さを教えていただいた気がします。はい。あとですね、私が個人的に注目したのが K-POP の曲で結構使われてるなって思うんですけど、勝手に私が名前つけたんですけど、新天地コード進行っていうのがあって分かりやすく言うと、セブンティーンのシャイニングダイヤモンドっていう曲でもこういう感じのコードを使われてて、エレクトロポップっていうジャンルの中に本当にジャズのようなコード進行ですね。いわゆるテンションコードっていうんですけど、なんかそれがすごい使われてたりとか、新しく道が切り開かれるような、そんなイメージができるコード進行だなって思って、新天地コードって私がつけました。はい。私 NCT127 が一番今推してるグループで、NCT WISH は弟グループなので、もちろんデビューしたことも、メンバーが誰がいるってことも、あと曲とかも大体知ってるんですよね。なんですけど、まだその誰がどういう性格かとか MBTI とか全然知らなくてはい、これからちょっとこれを機に知っていけたらなと思うんですけど、この前私 SM タウンに行ってきました。でその時に NCT WISH を生で見させていただいて、またねその SM タウンの感想とドヨンくんのソロコンサートも行ったので、その感想をお話しする動画を上げたいなと思ってるんですけど今回東京ドームということで、たくさんやっぱり人も来てたし、芸能人の方も、そしてナインティナインのお二人とかがね、こう番組の収録をしてたりとか、見ましたか番組見ましたか輪投げのね、みんなもめっちゃウィッシュのみんな可愛かったですね。なんか下手くそ言われてましたけどね、東京ドームって言ったらやっぱりベテランの方でも緊張されると思うんですけど、 NCT WISH の皆さんはなんかあんまりそれが感じられなくて、何年目ですかっていうぐらいめっちゃみんな堂々としたパフォーマンスで、緊張してたと思うんですけど、いや全然感じなかったですね。でその後のコメントもすごいしっかり堂々とコメントされてて、なんかそれにすごい驚きましたし、なんか感動しましたね。はい。で私の妹と言ってたんですけど、やっぱりシオンくんがすごいなんか、もちろんフレッシュさもあるんですけど、なんかそれだけじゃなくてちょっとこうセクシーフェロモンが出てるというかちょっと私にも分けていただきたいんですけども、はい、なんか
で私127が好きなのでジェヒョンにね似てるって言われてるじゃないですか。いや本当に生で見てもめっちゃ似てて、その下から見ると余計似てましたね今回一番ウィッシュの中で注目してたのはりょうくんなんですけど、なんでかというと私はイリチルでドヨンくんを推してるからですりょうくん自身がドヨンを尊敬してるというかロールモデルにされてるみたいなので、だからあの番組も見させていただいてりょうくんを見てて思ったんですけど、やっぱり推しに似てくるんだなって思います。なんかそのルイは友を呼ぶというかなんか推しに似るんやなって思うぐらい、そのオーラですね、雰囲気がすごいドヨンくんっぽくて、面白いなって思いました。あの番組の時よりさらにちょっとこう大人になられたというか、顔つきがちょっとこう大人っぽくなったなって思うんですけど、なんか親戚のおばちゃんみたいな親戚の人みたいな感じでちょっと見ちゃうんですけど、この短期間ですごい成長を感じてたのでこれからもっともっとね爽やかだけど本当に俳優さんのようなりょうくんになっていくのではないかなと、すごい個人的に応援しております。ありがとうございました。ではねちょっとこの辺で今日は失礼いたします。ではまた次のね動画でお会いしましょう。キキでした。